世界を愛で包むヒマラヤ大聖者ヨグマたちから、日々を懸命に生きるあなたへ言葉のプレゼント。ヨグマたちはよくですね、人生がつまらないんだよって言うと、平日職場と家の往復なんだとか、休日も一日中ダラダラして、スマホ見てたり、ゲームしてたりだけなんだよねなんてよく言ったりしますけども、どのようにこう希望を渡してあげたらいいのかなと思ったりするんですけど、好きなことをねやってる人はそれまたさらにねクリエイティブにねいろいろなことに挑戦して、やっていて、毎日毎日楽しいっていうこともあるとは思いますけれどね、今の時代すごく恵まれていてね、その実家にいたりしたら家賃も払う必要ないし、ある程度ね働けたら食べていかれるみたいなね、もちろんその仕事も慣れてしまうとね、それをこうルーチンを繰り返していくみたいな、そんなに特別クリエイティブなことをやらなくてもね、かえって変なことをやったらこう会社で怒られたりするかもしれないのでね、でまたなんかいろいろねあちこち駆けずり若い時はねいろいろ興味持って駆けずり回ったかもしれないけど、一応なんかいろいろ分かってね、でも何やっても結局同じだみたいなところに落ち着いてるのかも。だからそれ飽きないものにつながっていくっていう、だからそれは本当の自分につながって、本当の自分、本当の生き方っていうのをね、早いうちにねプラスしていくとね、そうすると人生がものすごく豊かになって、こう気づきを持って生きるっていう、自分の中はねもう図書館以上のね、もうそれいろいろなこう歴史があって、いろいろな心の思いがあって、いろいろなものを体験してきたことが全部刻まれてるんです。でそういうものをこう清めながらね手放していくとね、でいろいろなことがすごく、これはこういう意味だったんだ、こうだったんだ、ああだったんだ、気づきっていうの、そうなんだそうなんだって毎日が発見になるわけ。だからそれは本当の自分に出会うっていう修行をねしていくと、これはこういう意味だったんだ、こうなんだ、全部分かって、本を読むよりも豊かになる。で本を読むっていうのはその相手の体験だから、その書いた人の体験、自分の体験じゃない。だから自分が実際に体験をして、そうなのかって、だって愛って何なのかっていうのを自分で実際にね、自分を愛するってどういうことなのかとか体験していく。だから自分を信じるってどういうことなのかとかね、じゃあ感謝するってどういうことなのかとかね、じゃあ嫌うってどういうことなのかってこうちゃんとこういろいろね発見があるわけですよ。でみんな発見するために例えば旅行したりね、いろいろ新しい景色を見たり綺麗なとこ行ったりね、感動するわけじゃない。感動だからそれ嬉しい。だからその刺激を求めてね、映画を見たりとかいろいろなもう感動をなんかね、うちにいながらも何かおいしいものを食べるとかさ、もういろいろあるわけじゃない。だからそういうものをすごくね深みのある人生にしていくのに、自分を本質的な見え方をしていくっていうのをおすすめしますね。だからみんなねそういう自分を変えようっていうのはね、かなり苦しい、なんか病気になったりとかさ、すごい失恋したりとかさ、なんか事業失敗したりとか、なんかそうどうにちもさちもいかないで力が出ない時、それこそ苦しい時の神頼みみたいに何かその自分そこからこう脱却したいっていう時になんか生き方を変えなきゃとかになるわけですね。そういう力が湧いてきて、運よくいいマスターがいていい教えに出会えばいいんですけど、ちょっと自暴自棄になって間違った方に行ってもいけないんですけれども、だからそういうのでね、こう生き方を変えるっていうのはね、だから平和ボケしないより退屈だっていうことじゃなくて、やっぱり自分こう何をやっていく、好きなことももうねもうやっても仕方ないとかね、時間でそれ潰すわけですよね。何かをして時間を潰すっていう、その時マインドの喜び、
心の喜びとか興奮とかね、なんかあるのかもしれないけれど、心の感覚の喜びっていうのね、例えばお酒を飲むとかね、ちょっと感覚を麻痺してこう嬉しくなるとかね。でもそれはずっと毎日こうやってると体がこうね、やっぱりアルコール中毒になっちゃうかもしれないしね。何かにこだわりすぎても、それでものすごいお金を使いすぎちゃうってこともあるかも。だけど本当の自分に出会うっていうのはこう命をいただいて再生して元気になる、やる気が出てくる、で物事に対する感動が出てくる、でもっと新鮮になる、リセットする、でもっと愛が湧いてくる。だからそれはね、こう依存じゃなくてあなたの本質のものをこう目覚めさせていく。でそういう修行をね、ぜひそういう投資っていうか、時間を投資したり、それを投入することね、冒険が嫌いだじゃなくて、そういうことは自分が元気になることだし、なんかマインドが元気になるっていうんじゃなくて、命の泉が湧いてくる。だから無限のパワーが湧き、無限の英知が湧き、無限の愛が湧いてくるから、だからみんなはこう何か退屈をね、外の何か興奮するものを探そう。でも興奮しても体と心がまた疲れちゃう。でそれ飽きちゃう。でそれすぐ永遠のものじゃないからすぐ飽きてしまう。でそういうものをずっとやってこう人生ね、で生きるのにね、生きていかなくちゃならない。死ぬまで何をするか。だから自分を高めていくっていう、真理を知っていくっていう目標、それが人生の目標なん、目的なん。そのために生まれてきた。だからぜひこう瞑想の秘宝をいただいて、趣味じゃないですけど、そういう新しい生き方っていう、みんなの幸せを祈っていく、その地域を平和にしていくために、あなたが修行することであなたの家族が平和になり、先祖が清まりね、でまたその会社が良くなり、でまたその地域社会に貢献するっていうこと。それでまたさらにあなたは力があればね、積極的に体でご奉仕したりね、そういうことをみんなのためのことをしていけばいいわけ。だから知恵が湧いてくるしね、愛が湧いてきたら人間関係良くなるわけで、生命力が高まるから面倒くさがらないで、こう率先してこういいことをできる体心になるっていうことなんですね。だからそういうふうな生き方を早くやった方がいいと思います。ありがとうございます。はい、よろしくお願いします。